バーチャルファッションチャンネルブティック第3回のブティックとなります。最近のゆうきさんはコーデはかどってますか？いやー、バーチャルなのに、いや最近はコートを着なくなったなって思ったりしてます。いやこれってなんでですかね。ね、そう、バーチャルって寒いとか暑いとか概念がリアルとは違うはずなのに、なんか季節に合わせて着てしまうんですよね。わかります。私もなんだかんだ季節に合わせた服をチョイスしてしまいがちですね。不思議。やっぱり、ね、不思議ですよね。というわけでブティックでコンシェルジュを務めさせていただきますアリエスエスと野菜ゆうきです。よろしくお願いします。さて、ブティックを知らない方もいらっしゃるのではないかなと思います。ゆうきさん、説明お願いいたします。はい、このブティックはあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案をテーマにしており、バーチャルファッションの服をバーチャルファッションが好きな人にもっともっと知ってもらいたい、そんな思いでブランドさんと作った服にフィーチャーし紹介をしていく番組となります。たくさんあるファッションブランドも何かのきっかけから始まった。そのきっかけやブランドへの思いなど様々なことをブティックで深掘りしちゃいましょうということですね。普段ショップで買う時には見えないブランドさんの顔が見たい。そしてブティックで視聴者さんとブランドさんの出会いになるといいなと思っております。またこのブティックでは様々なブランドさんにインタビューをしております。興味がございましたらチャンネル登録お願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったら高評価もお願いいたします。お願いします。最近ブティックのスタッフさんに髪の毛の触り方を教えてもらったりしました。そうなんですか？女の子はやっぱコーデに合わせて髪の毛を触りたいですよね。そうなんですけどなかなかうまくいかなかったこともあって、でもおかげで解決しました。やったー、よかったー。ということで今回のブランドさんは髪の毛を多く作ってらっしゃるブランドさんです。はい、そのブランドさんの服に着替えていきましょうか。はーい、じゃーんめっちゃイメチェンしちゃったびっくりしました。髪の毛がそう、さっき女の子の髪の毛の話したから、アリエスさんが髪の毛変えてくると思ったでしょ。今回はメンズですっきりって思ったらアリエスさんもそう、お洋服に合わせてポニーテールにしてみました。どうですか？いやー、バッチリ似合ってますね。やったーやったー。ということで第3回に紹介するブランドさんはスターリー C さんを徹底的に深掘りしてご紹介していきます。はい、スターリー C さんは大人かわいいがコンセプトの身につけてくださった方の魅力を最大限に引き出せるようなアイテムを目指しているブランドさんになります。はい、スターリー C さんは私も普段お世話になっていますが、可愛いがたくさん詰まっている素敵なお洋服たくさんありますよね。ねえ、フェミニンな服が多くて大人でも着たいような可愛い服を揃えています。あとブランドイメージがめちゃくちゃキラキラしてて素敵だなって思いながら見てます。というわけで今回はスターリー C のブランドのオーナーのココネさんに VTR 出演いただいております。ココネさんには事前にお伺いしたい内容を聞かせていただいています。スターリー C さんについてより深く知ることができるのではないでしょうか。はい、では早速ですが最初のコーナーに移っていきましょう。クリエイター解体新書。このコーナーでは作者様のブランドへの思いなどを聞いていく機会となります。表側からは見えないブランドへの思いなどを聞き出していきたいと思います。スターリー C さんを知らない方もいらっしゃるかもしれないので、早速ですがココネさんからいただいた VTR を映していきますね。どうぞ。はじめましての方もそうでない方もこんにちは。スターリー C のココネと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私は子供の頃からゲームに登場する可愛くて美しい女性キャラたちが本当に大好きで、ずっと憧れて生きてきました。今は自分の理想のキャラクターを生み出すことを生きがいにして
活動しております。当店では大人かわいいをテーマにしたヘアスタイルやお洋服をメインに取り扱っておりますが、他にもメンズアイテムや肌テクスチャーなど自分が興味を持ったものをガンガン並べております。ショップに関しては見ているだけで楽しくなれるようにポップで可愛いデザインを意識して作っているので、たまに覗いて元気チャージしていただけると嬉しいです。自分の憧れていたものを今度は自分が生み出したりっていうのはバーチャルならではですよね。素敵なヘアスタイルがたくさんあるので、ヘアスタイルのイメージがすごく強かったんですが、お洋服も私好みのものがたくさんあって、今回はお話を聞くことができてとても嬉しいです。自身の理想のキャラクターを生み出すっていいですよね。それが誰かに刺さるからたくさんの人のなりたいをカバーしてるって言ってるんですね。デザインが好きなんですよね。かわいい。かわいいですよね。ではまず初めの質問について聞いてみました。バーチャルファッションのブランドはどうして始めたのか、そしてヘアプリセットのラインナップについて、こちらについての VTR を見ていきましょう。私はもともと学生時代にイラストサイトの運営とコスプレイヤーとしての活動をしていました。そのため衣装の制作とかウィッグの調整というのはずっと趣味でやっていたんですね。でも出産を機に忙しくなってしまってコスプレをやめてしまいました。で、その後は Twitter でイラストを細々と描いて載せていたんですけど、やっぱりちょっと寂しい思いをしていたんですね。そうしていたらたまたま友人から V ロイドスタジオの存在を教えてもらいまして、何かを制作する楽しみや好きな姿になれる喜びが V ロイドのおかげで再度復活しました。初めの頃は自分用や友人用にモデルや衣装をちまちま作っていたんですが、ある程度しっかり形にできるようになった時に、これ他の方にも使ってもらえたら嬉しいかもと思って出品してみたのがきっかけです。あともう一つが、私高校時代までずっと同じようなボブヘアで過ごしてきたんですね。それで大学生になった時に初めて美容院で髪を巻いてもらったんですよ。で、その時のこれ自分じゃないみたいって思った時の感動が強烈に心に残っていて、だから皆さんにも理想の姿になれる喜びや感動を味わっていただけたらなと思って活動しています。ちなみにこの体験は私のベースになっている部分なので、ピクシブファンボックスのスターリーシー物語という記事にもまとめております。興味がございましたらぜひご覧ください。またヘアスタイルが多い理由についてなんですが、最初は衣装を作るのが本当に苦手で、ヘアスタイルばっかり振り切って作っていたので多く出品しています。今は衣装を作るのにも慣れてきましたので、徐々に衣装のラインナップを増やしていっています。スターリーシー物語、この記事ね読んだんですけどね、自分の腕で誰かを変えることができるって、まさに魔法ですよね。まさにクリエイターのなす技というか、そんな魔法をね美容師さんからいただいて、それがきっかけで今はご自身も誰かに魔法をかけてる、気がついたらねココネさんも誰かに影響を与えてるかもしれない、そしてクリエイターが生まれたりしたらいいなって思いました。リアルだとどうしても自分に似合わないかもとか、挑戦できない髪型、お洋服とかあるんですけど、そういうことを気にせずやりたい髪型や着たい服を着られるのが本当に魔法みたいですよね。さて次は、スターリーシーのブランドコンセプトをお伺いしました。 VTR どうぞ。ブランドのコンセプトとしては、いくつになっても可愛いを堂々と楽しもうという気持ちで制作しています。リアルだと、アラサーになったらこんな服は着れないだとか、これは痛々しいみたいな記事もよく見かけるじゃないですか。私はもちろんみんな好きなの着たらいいじゃんって思ってはいるんですけど、やっぱり人目が気になってしまうっていう気持ちもすっごくわかるので。でも
リアルでは着られないものもバーチャルなら堂々と好きな姿で好きな格好をすることができるじゃないですか。可愛いものが好きだったら遠慮なくそれを選んで着て楽しんで、それで他の人にもそれいいね、似合ってるねみたいにお互い言い合って過ごせたらみんなハッピーですよね。そういう経緯もあって当店のアイテムは老若男女問わず幅広い年代の方に手に取っていただきたいなと思っております。最近はライブやコンサートで衣装を選んでいただけることが多くなってきましたので、遠くからでもパッと見であ、かわいいとか華やかだなーって感じていただけるように意識しています。近くから見てもやっぱりかわいいみたいな感じが理想ですね。できてるかわかんないですけど意識はしています。バーチャルの世界って本当にいろんな方がたくさんいるので、老若男女問わずどんな人でも自分の好きなようにファッションを楽しめるからいいですよね。みんながハッピーになれる素敵なコンセプトですね。リアルで堂々と着れない悩みってやっぱあるかなと思うんですけれど、よく聞く話なんですけれど、例えばリアルは体型が左右したりするから着たくても着れない、でもバーチャルなら堂々と着れちゃいますよね。ココネさんが着たいと思って作ったアイテム、やっぱり感性が素敵なんだろうな。たくさんの人にいろんなシーンで着ていただいてる。さて次はブランドやっててよかったなぁと思ったことをお伺いしました。映像どうぞ。やっぱり着てくださっている方がお写真を載せてくださったりとか感想をいただけることが今一番良かったことというか嬉しいことですね。今は Twitter で星海コーデのタグを回るのが朝の日課になっていて、私の幸せタイムにもなっています。日によってリプライできたりできなかったりはあるのですが、必ず全てに目を通すようにしています。本当にありがとうございます。この服大好きとかテンション上がるっていうコメントを書いていただけてるのを見ると、私も一日元気もりもり頑張れちゃいます。また Twitter だけじゃなくてピクシブやブースにも喜びや感謝のメッセージを送ってくださる方がいらっしゃるのですが、制作していく上で心の支えになっていて本当にありがたいなと思っています。こちらのメッセージは海外の方がとても多いですね。英語以外の言語での問い合わせがたまにあるので、すごいな、世界中に届いてるんだなっていうのは実感しますね。これはピクシブさんに感謝ですね。本当にすごいことだなぁと日々思っております。あとはユーザーさんからこの衣装のこの部分の表現がすごく良かったっていうような具体的な感想をいただくことがあるんですけど、それって私が気づいていなかった部分だったり、いいと思って作っているけど何がいいのか言語化できていなかった部分だったり、そうそう、そここだわった、そこ好きみたいに後から気づかせていただけることがすごく多いんですね。なのでそういう気づきを今後のスキルアップにどんどんつなげていけたらいいなと思っています。海外の方からも感想が届くのは嬉しいですよね。これもバーチャルならではだなと思っていて、世界中に自分の作品を発信して届けられるってとても素敵なことだなって思います。私も普段お世話になっているクリエイター様へどんどん感想をお伝えしていこうと思います大事大事、ね、本当今までのクリエイターさんも言っていましたけれど、やっぱ感想って力になるし、やっぱモチベーションにつながるんですね。だってそうして感想を書くことでスターリー C さんから新しいお洋服が生まれるって考えると、感想をお伝えしない手はないですよね。です見てね。皆さん、よかったらぜひツイッターなどでどしどし感想をお伝えしてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。お願いします。あと一つ私が気になっていることを質問しちゃいました。気になってることなんだろう。スターリー C さんといえばヘアスタイルって印象があるので追加で質問してしまいました。なるほど。とにかくすごい数のヘアスタイルがありますよね。ありますね。ヘアスタイルを作る時ってどういう発想があるのか気になりませんか？確かに気になりますね。というわけで聞いてきました。
髪型はリアルを参考にすることが多いです。歩いている時に可愛い髪型の人を見かけたらじっくり観察して家に帰ってから紙に書いてメモをしています。でそのメモを見ながら次はこの髪型にしようと思って作り始めることが多いです。可愛いなって思ったら自分もその髪型にしてみたいっていう思いや憧れがベースにあります。歩いてる時に観察するのめちゃくちゃわかります。あの髪型可愛いなーって思ったらすぐ真似したくなりますよね。いやー、わかるわかるね。でもやっぱり研究をいっぱいしてるんですね。日常で見ていいと思ったアイデアを書き留めておいて制作するエッセンスにしていくということをきちんとやってるって、これってすごいことだと思います。ねえと、そのメモどんな感じなんだろうな。確かにねえ。さて、そろそろ次のコーナーに行きましょう。ブランドアイテム制作秘話。このコーナーではココネさんが作ったアイテムをめちゃくちゃ見ていこうというコーナーです。ココネさんに解説していただきましょう。では最初のアイテムはこちら。大好きサマーです。早速ですが、こちらのアイテムのコンセプトなどを聞いていきたいと思います。この衣装のコンセプトは華やかさと爽やかさです。衣装自体は昨年の6月に制作したものなので、名前にサマーってつけたんですけど、春にも問題なく着ていただけるお衣装となっております。こだわりポイントは肩のチラ見せプラス透かし編みのカーディガン、涼しげなサマーニット、ふんわりしたスカートに可愛い花柄の部分ですね。肩のラインから下が透かし編みでちらっと見えるようになっているので、ドキドキさせつつも涼しげで上品に着こなしていただけるかなと思います。露出が増えても着てくださる方の品位を損なわないようにっていう部分にはかなり注意しています。スカートはふんわりしたシフォン系のイメージで作っているので、花柄はそれに合うように優しめのタッチで手書きしました。今回放送に参加させていただいた記念にカラーバリエーションを追加させていただきましたので、ぜひご利用ください。すでにご購入済みの方は購入画面からダウンロードできます。こちらのアイテムを着てみました。今回は私が着るイメージのカラーリングのコーデを作っていただきました。ココネさんありがとうございます。またブティックを記念としてスカート5色トップス1色追加となっていますので、ブースをチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。それでは大好きサマー GO！ 大好きサマー、春夏のシーズンを彩る大人女子にぴったりの爽やかなコーディネートになっています。トップスは大胆に肩出しニット、セクシーになりすぎないようにニットカーディガンを羽織り上品なイメージに。ボトムスのスカートは可憐な花柄、靴は V ロイドスタジオに同梱されておりますアイテムとなります。ココネさんよりお知らせいただいた追加アイテムの配布は放送の後に概要欄にもリンクを掲載いたします。そちらからお求めください。これからの季節にぴったりの涼しげな衣装ですよね。まさに大人可愛いのコンセプトにぴったりのお洋服だなぁと思いました。確かにぴったりですね、ほんと。肩を出すってリアルだと案外勇気のいるアイテムだと思うんですけれど、だけどね、サクッと着れちゃう、ね、これがね、だってバーチャルだもんってことですね。そうリアルクローズ系ですが、そういう意味合いでも実現したい自分を叶えられるアイテムだなと思いました。確かに、この色を新しく作っていただいたんですけども、青も可愛いですよね。そう今回すごいカラーリング増やしていただいたので、それこそ今回はね、そのアリスさんの髪の毛の色に合わせてちょっと感触いいんじゃないって話が出て、追加していただいたんですけど、これだけ種類があると自分の髪の毛の色に合わせてこの色にしようとかね、選べるんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございました。では2着目に行きましょう。オフィシャルニットワンピースです。こちらもココネさんにコンセプトなどを聞いてみました。この衣装のコンセプトはシンプルだけどちゃんと可愛いです。ボディラインが綺麗に見えるように意識して制作しました。ちょっと冬感が残るんですけど、お気に入りなので今回取り上げていただきました。こだわりポイントとしては、やっぱり肩を見せているところ、体のラインに沿ったスカートのシルエット、あとはスカート丈、ちょっとだけ長めに設定したなんちゃって萌え袖ですかね。あとカラーバリエーションが個人的にすごく気に入っています。まだ肌寒い時期に肩が見えていたらドキッとすると思うんですけど、でもちゃんとあったかそうねみたいなギリギリのバランスを攻めています。ワンピース自体のデザインがとってもシンプルなので、ブーツやアクセサリーに関してはごつめなものをチョイスするのがおすすめです。早速ですがこちらのアイテムを着てみました。オフショルニットワンピース GO！ オフショルニットワンピース、こちらも大胆に肩を出しているアイテムとなります。ネックレスも付属しているので首元に視線が集まる大人コーデ。タイトな丈のワンピースなので曲線美を見せることができます。帽子、ブーツは別売りとなりますが、足をあまり露出したくないなーって方はタイツやロングブーツなどと合わせたコーデがおすすめです。清楚って感じの可愛いお洋服ですよね。ネックレスもワンポイントになっててとってもおしゃれです。これは男性人気も高そうですよね。確かに、ね、秋冬コーデですがこちらも肩出しです、冬に肩出すのって、リアルだと寒さとの戦いだし、だけどバーチャルだったら気温を気にせずに着れるので大胆に肩を出してみましょう。はい、出してみましょうね。めちゃめちゃ可愛いですこれね。普段あんまりこう肩を出すコーデってやらない？あんまり挑戦できずにいました。なるほど。じゃあちょっと今回は結構ね、見てる人が結構ドキッとするんじゃないかなって思ったりはするんだけど、全然いやらしさがないから。そう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 。ね、清楚。清楚。そう、ザ清楚。ね、かわいい。では3着目に行きましょう。ワイルドなツンツンヘアです。こちらもココネさんにコンセプトなどをお伺いしました。このヘアスタイルのコンセプトはワイルドとやんちゃです。とにかくかっこいいって感じていただけるように意識して制作しました。私はもうツンツンヘアがもう本当に大好きなので、作っていてめちゃめちゃ幸せなアイテムでした。こだわりポイントとしては、前髪が2パターンチョイスできるところ、どの角度から見てもかっこよく見えるように意識したところ、ワイルド感マシマシの遊び毛、シンプルなピアスとの組み合わせですね。2パターン選べる前髪は本当に印象ががっつり変わるので、ぜひどちらもお楽しみいただきたいです。はい、こちらですが僕がつけてみました。ワイルドなツンツンヘア GO！ ワイルドなツンツンヘア、メンズのヘアですが外羽でやんちゃ感が出ております。コーデ次第では王子様のようなイメージにもなる優れもの。前髪はロングとショートで付け替えることができるので、お好みでロングをつけてみてください。配布は金と銀。テクスチャを改変することでご自身の髪色に合わせることができます。お洋服は V ロイドのコレクトになります。はい、僕ね普段髪型を変えないんですけれど、こうやって変えてみるとめちゃ新鮮ね、そしてめちゃかっこいいなと思って、ね、アリエスさん女子から見てこの髪型どうですか？好きです。かっこいい。やったーめっちゃかっこいいですね、
やったやった。このように女子の皆さんにもね評判なので、メンズ諸君は選んでみてはいかがでしょうか。はい、髪型ってだいぶ印象変わりますもんね。イメチェンしたい皆さんはぜひ挑戦してみてください。いやーすごい。確かにね、普段は普通の髪型しててもちょっとこう外はみにするだけでもすごいやんちゃ感が出るし、チャレンジする髪型としてはいいんじゃないかなって思ったりします。この見えるピアスがいいですね。ああ、そうそう、これね、これ確かにココネさんの説明にもあったんですけど、このね前髪のこの垂れてるところ、ここを外すこともできるので、そう好みに合わせてね、これ合わせてみるといいかなと思ったりします。はい、ありがとうございました。さて、そろそろ時間になりました。今日もたくさんココネさんにお話を聞くことができました。はい、今日はたくさん紹介させていただきましたが、今日のアイテムについての詳細は概要欄、ブースやツイッターなどをご覧くださいませ。ココネさんに最後の感想、そして告知をいただいておりますので VTR を流します。本日はお招きいただきありがとうございました。第3回、まさか自分が出演させていただけるなんて夢にも思っておりませんでしたので、本当に嬉しかったです。家庭の事情で VTR での出演という形ではございましたが、こうやって自分の思いを皆様にお伝えする機会をいただけたこと、本当にありがたくて嬉しくて感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。プイロイドに出会ってから世界が一気に広がりました。今後もたくさんの方にこの感動を味わっていただけたらいいなと思っておりますし、少しでもそのお手伝いをさせていただけたら嬉しいなと思っております。今後はヘアスタイルや衣装だけにとどまらず、コーデを華やかにするアクセサリーや小道具なども増やしていきたいなと思っておりますので、これからも見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、スターリーシーのココネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今回も楽しかったですね。アリスさん、いかがでしたでしょうか。今回も素敵な衣装を紹介させていただき、とても楽しかったです。しかも今回は初の女性クリエイターさんのお話だったので、第1回、第2回目とはまた違う視点でお話を聞くことができて、私も勉強になりました。ゆうきさんはどうでしたか？いやー、今回スターリー C さんを取り上げるときに、女子のヘアプリセットとかがおすすめに上がるかなって予測してたんですけれど、まさかの男子の方だったっていうね。でもね、髪の毛のイメチェンいいですよね。ね、僕もそのような機会をいただき感謝なのです。それでは閉店しますか。そうですね。ブティックではあなたのファッションにプラスワンの彩りを提案させていただきます。またのご来店をお待ちしております。次回をお楽しみに。